はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、皆さんジャンプワンピース最終話読みましたか？いや、ちょっと今週も気になることめちゃめちゃありました。というわけで今日も感想動画撮っていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。毎週ワンピース感想動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そしたらまず最初に初見のリアクション撮りましたので、そちらご覧いただければと思います。ここから最終話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。本編の秒数はこの秒数からです。それではリアクションです。どうぞ。はい、行きましょう。リアクションです。1111話。もういい。わかった。なんだ何のことだ。扉へお、ヤマト白米の相撲大会。白米でも相撲やってんの？浦島何横綱すくね。何それすくねさん浦島兄弟いんのかい？初情報。はい。いや、やばいよ、マジで。どうなっちゃうの？待ってくれ、お頭たち。いや、マジでやっちゃうの？本当にこの二人。ドリブラギ。だから引導を渡すんだ。そして、俺たちがエルバフのものになる。エルバフの神など不要だ。いや、絶対言わないって。この二人はそれは。戦争の時代を呼び起こせ。いや、そんなことあんたたちが言うはずねえだろ。いや、ほんとそうだよ。桜歌詞ひっくり返されて別になっちまったんだ。あ、そっか。マジで真逆になってるってことだね。だから。悪魔みてえに。そんな、トールマン、名前判明してるけど。マジでリバーシ。マジオセロや。うわ、待ってんやだ、ひっくり返せねえパターン。やば。おお、最高の気分だ。うわ、マジでだからこれ、ひっくり返されるんだ。マジでリバーシだ。戦況は劣勢だ。ギャバンが敵にやられたしね。リプリ。ヤーさんがそんなことありえねえだよな。母ちゃん必ず助ける。自動8号線。悪魔だ。巨影風ぐらいの悪魔の姿。これもう絶望や、これ。無限に悪魔出てくるってこと？いや、ちょっと待ってよ。立ち上がれ、お前らに死などない、棒。これキリンガム？人型か、これ。人型だよね、多分。ちょっとよく見えないけど。立ち上がれ、お前たち死などない。キリンガムやっぱりそれ。人獣型。なこれ。獣型、なこれ。ちょっと待って、気になる、これ。なこれ。顔が分かった。ちょっと待って、イケメンすぎや。こんなイケメンなの？盛り上がってきたら、あんか高きたら手加減はいらねえ。好きな時暴れ続けるウーマ。やば。キリンガムせ。幻獣種、竜々の身戻るキリン。人獣型？今までのは今までのも人獣じゃないの？だから人獣の中でこう、操作できる的な？おもろ。ってことだよね、多分ね。ちょっとね、後で考えます。もう1味また増えてない？ドリッショ、ブルギッショ。あんたら呼吸何やってんだよ。目覚ませよ。いや、ほんとそうだよ。なんだその誇りのかけらもねえ姿。いや、ほんとだよ。これショックだよな、マジで。クソ、子供たちを救えない。サウルが手出しできない理由分かったと。トゲとね、怪物とで。ベント母ちゃんだ。母ちゃん。ベントの母ちゃん。気なんか失っていられるかい。前回のね、今のね、覇王色だよね、だから。必ず助けに行くからね。待ってんだよ。いや、この時の母ちゃんも本当に。いや、これもちょっと胸痛いわ。これ。本体どこまで連絡取ってる？本体どこまでです。プレイボードはもうこっちの色。なるほど、もう戦場プレイボードと。てめえらの悪魔悪意でほっとけ自滅しかねません。これはこれでね。折れるまでやる。折れるっていうのは何が？エルバフの心が。あの時ハラルドがしくじらなければ塔に支配できていた国。待って。今までがっつり繋がってんの？ちょっと待って、ハラルドなんなん？数十分前、明快？ギャバ。はい。勢いで飛んじゃった。勢いで飛んじゃった。2回言ってる、チョッパー。かわいい。でも落ち着け。やれる。俺やれる。頑張れ、チョッパー。ブイーン何これ。ブイーン頑張ってる。ガードポイントパス。多分大丈夫でしょ。チョッパーはね。聞き手になる土下座しよう。ついに。見えてる。俺の父お前が殺したんだぞ、ラッキー。俺の父でもある。喧嘩してる。今チョッパーが落ちてきた。感じ取ってるね、ルフィたちも。いや、確かに何か落ちてきたようだな。山の向こうだ。遠いのか。なんで俺チョッパーって分かってんだ？もう一人いるな、弱ってんの。本当なら大事だぞ。やっぱ、そうか。これ何十分前だもんね。ルフィたちも上の気配には気づいてないのか。下までは届かないってことだね、多分、覇気が。すぐ探しに行くぞと。おい、ゲルズゴールドバッグ、何か欲しいものなの？誰かの首とか宝石？いや、それあるでしょうが。情は高ないロキ。なるほど。だからロキをゲルズゴールドバッグが見てるって感じ？真面目ぶりやがって。ブルルル。もしも記録もうそこだ。おい、今今度立て込んで後にしろ。誰なのそんで。いや、すぐあります。こちらも立て込んでて一言だけ。分かった、小さいこと話せ。先ほど言えなかったんですが、実は当分電電虫をかけることができなくなりそう。何？最初は怖かったけど。安らぎの時間になった。だから一言だけ俺を、どういうこと？何なの？ってか、モサコは誰なの？お前まさかまた怖い目に遭ってんじゃねえだろな。大丈夫です。心配しないで。そこはどこだ？今まで本当にありがとうございました。ガチャ。何見てんだよ。誰にも言うんじゃねえぞ。ちょっといじられてるし、ゲルズに。ゲルズ、治療の準備は重症だ。オッケー、ゴールした。てか、誰なんそんで。モサコは。みんなに疲れてるやつだったんだな、このさ。お前よく助けたよな、チョッパー。偉いぞ。いいね、チョッパー。このさんが海賊だから。今気づくんかい。そうか。上で言われなかったもんね、戦った時ね。レイリーの仲間か。両翼と呼ばれてた。熱いね。おそらく実力はナンバー3。やば。大物海賊だったのが確かに強かったな。シャンクスも知ってるってことじゃん。いいね。動いた？生きてる。
ナンバー2譲れないものがある。この状況でめっちゃおもろいやん。マジゾロ3時みたいな感じなんかな。おもろ。野菜試験戻ってくた。ヨーダンタのことはこんな、あ、9歳右下9歳。そのパターンたまにあるけど、右ページすぐ見えた。ちょ、待って、続き。あ、それとにかく上が大変なんでる。はいはい。あ、チョッパー説明してくれた。ナイス。たったするの敵にみんな手回しますね。でっかい怪物が割れまた。それにバリバリ。このタイミングバリバリか。後々バリバリね。はい。おー、この覇気。ひえー、これは。全員リフトね、すぐ横から戻るぞ。エロが危ない。チョッパーもう分かった。誰だこの出てるなんか。ドア必要だよね、俺。うわー来た。オッケー。来てくれる。自己救済。おら気になる。ぜひ皆さん今日もコメント残してってください。いつもありがとうございます。いつも楽しませてもらってます。今日もよろしく。じゃあ行きましょう。はい、ちょっと最初になんですけれども、ちょっと件についてですね、ちょっとこの動画でもね、触れられればと思うんですけれども、ちょっとね、直近話題になっておりました。考えて察することについて。一応ね、ちょっとこのチャンネルではですね、そんなにめちゃくちゃ言われたりとかもね、あんまなかったんですけど、元がね、そんなにゴリゴリ考えて察してるっていうよりかは、割とね、思ったことを言うというか、感想にね、近いものだったんで、あんまりね、このチャンネル自体は言われなかったんですけど、改めて、この間のですね、仲間がいる YouTube のラジオですね、仲間がいるラジオで、所長がですね、ふわっとね、公式非公認番組なんですけれども、一応ね、ちょっと普段から小田先生とやり取りをするっていう立場から、ちょっとね、意見を言ってくれましたね。なんでもう本当にその通りですね。もう101巻の SBS ですね。考察系 YouTuber に対して、どう思いますかという質問に対して、存在を知ってますし、いろいろ見たことありますよと。けど、見ないことにしてますと。あのレベルの人たちが読者だと思うのも僕にとっては危険で、ライトに読んでくれてる読者もたくさんいますから、みんなに合わせたワンピースを僕は書いていかねばと。で、なので厳しいチェックとかも入れませんから、楽しく仲良くやってくださいとね。公式 YouTube 仲間がいる YouTube っていうのも始まったので、ぜひと。ありがとうございます。なのでもう本当にね、所長もここに尽きるとね、おっしゃってたんで、引き続きね、楽しくワンピース読んでいければと思います。もちろんね、だからといってね、何やってもいいってわけではないですからね、もちろん。引き続きね、ちょっと小田先生をちょっとリスペクトしながら、今後もね、皆さんと一緒にワンピース楽しんでいければと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。詳しくはね、リンク貼っとくんで、仲間がいるラジオの46分ぐらいかな。そのあたりからね、見ていただければと思います。で、アニワンですね。もう熊の囲い。ジニーの最後からのボニー。もうなんかほんとマジ絶望からの幸せからの絶望みたいなさ。ジニーを失って悲しいし、さらボニーの幸せパートね。あそこやばいわ。赤ちゃんからね、初めてお父さんってね、言ったりとか。でからのまたボニーにね、制御クリ見つかっちゃってっていう回でしたけど、ちょっとジェットコースターみたいな回でしたね、今回ね。来週以降は一旦落ち着くかな。ちょっとそのね、もう、この熊の囲い一番最後ら辺が一番やばいだろうから。アニワもね、引き続き楽しんでいきましょう。はい、そしたらここから本編行きたいと思います。1151話、もういい、わかった。これ後々分かりましたね。最初になった時ね、どういうことだろうと思ったんですけど、ルフィでした。めちゃんこルフィでした。激アツでした。まず扉絵です。ヤマトさんのね、扉絵ね。前回エンマ堂行ったからなんかね、もしかしたら中でなんかね、誰かと会うかなとかも思ったけど、別に中に誰かがいたわけじゃなかったですね。で、なんと今回、白米で相撲大会に出ていると。で、なんとそこには、浦島の兄、横綱スクネを投げ飛ばすと。まさかの、浦島に兄弟いた。新キャラ、大興奮。我らが大好きな浦島ですね。ここにね、俺はもうこの、特殊なスリーブに入れてるぐらいですかね、このこの音が出るやつに。もう浦島大好きだからさ。で、このスクネって名前がね、ちょっと僕調べたら出てきたんですけど、浦島太郎のモデルっぽいですね。竹之内スクネというね、歴史上の人物の方がいたみたいで、その方がね、モデルになってるっぽいんで、もしかしたら小田先生もそこから付けられたかもしれないですね。ちょっとこれ、浦島の兄弟出てきちゃったってことは、これもう最新浦島版まとめやんなきゃダメ？これね。最新版浦島まとめ見たいぜって方はぜひ高評価お願いします。やれるかわかんないけど。めちゃんこいたらちょっとね、やるかもしれないんでね。ぜひ。さあ本編です。行きましょう。前回まででムーが見せてやる神の支配。イムがドーン来てバリバリドーンやっていろいろ能力使って何なんですか？イム様の能力は何なんですか？悪魔なんですか？激ヤバですってなった中でその続きが描かれました。ドミリバーシ食らいましてね、前回ドリブロギーが。でもヤルルを倒しに行くぞと。もうずんずん進んでってますね。で、待ってくれお頭たちとね、カーシーもこう止めてるんですけど、ヤルル様は俺たちがずっと憧れてきた戦士じゃねえかと。そしたらね、もうさ、ああそうだカーシー、かつて憧れた戦士はもう追いさらばえた。だから引導を渡すんだ。そして俺たちが王になる。エルバフの神など不要だ。絶対言わない。この二人が絶対言わないことを言っています。
もうマジでもう真逆ですね。もう絶対言わないであろうことを言わされてますもんね。このドミニリバーシの力によって。そんなことあんたたちが言うはずねえだろうと周りも言ってますもんね。どうしまったんだよって。ほんと別人になってますね。腹の中まで真っ黒な悪魔みてえにと。だから完全にね、このなんか支配されて操られるっていうよかは、マジでこの性格から何からもう正反対に真っ黒くされるっていうのがこのドミニリバーシの力っぽいですね。で、しかも新たな犠牲者、トールマン。新キャラですかね、名前自体は。リバーシみたいに黒に挟まれてくると。パターン。マジリバーシわかりやすい能力。こんなにわかりやすい能力。ねえ、パターンってなったらさ、最高の気分だってさ、もうマジで。さっきまで止めてた側だったのにね。いや、これはちょっとたまったもんじゃないよな。止めるに止めれないしね。近づいたらこう挟まれちゃってさ、リバーシでさ、間に入った瞬間終わりでしょ？めっちゃ強いよね、これ。この戦争とかこういうなんか大きな戦いにおいてはさ、絶大な力を発揮する能力ですよね、これ。結局悪魔の実なのか何なのかね、まだ分かってないけど。いや、マジで謎。激強能力。で、まあそんな中ね、ギャバンがやられたって情報もこう入りつつ、リプリーさん、不安ですよ、これ。待ってて、コロンとね。ヤさんが？いや、心配でしょうがないよね、これ。リプリーからしたらね。ただでさえ息子が人質になってんのにさ、それを助けに行った強さに絶大な信頼がある旦那がやられちゃったなんてさ、信じられないじゃん。しかも伝説のロジャー海賊団なのに。もうなんかもう不安でしょうがないだろうし、心配でしょうがないだろうしさ。なんかこのリプリーのこの心境を思うとなんかもうざわざわしちゃうよね。で、からのちょっともう悪夢が終わらない。ナイトメアホール。キリンガムの能力ですね。前回ね、初めてこういった仕組みっていうのも分かりましたけど、改めて。ナイトメアホールっていうこの悪夢の穴を作っておいて、エルバフの中でそういった悪夢がこう生まれれば生まれるほどその穴からムーマンが出てくると。しかもこの穴が開いてる限りずっと出てくると。激強やん。マジで。激強能力。子供たちがね、前回イムによってこう気絶させられたけど、この悪魔って響きがこうね、エルバフ中でこう聞こえてくるから、このね、眠りながらでもそれがこう、フワンフワンってなるんだろうね。確かになんかうとうとしてる時ってさ、なんか外の会話がこう聞こえてさ、なんかフワンフワンってなんか、悪魔ってなるもんね。イメージよ、イメージ。で、子供たちの頭の中に悪魔がこうね、連想したら、ナイトメアホールからこう出てくるんでしょ？ケケケケケとか言ってめっちゃ出てきてるけど。ちょっと戦況劣勢すぎ？マジで。ね。いや、マジでもうイムが来た時点でさ、結構とかがもう激ヤワじゃん。単体で来ても。その単体のイムが普通にエルバフ勢をもう一気に飲み込めるし、かつそれによって悪魔が生まれてくるし、キリンガムの能力で。こりゃ世界牛耳るトップにいるわなーって感じの強さっすね。やっぱイムがね。一人来ただけでこんなだもんな。でも本人は来てないけどね。なんかどういう仕組みかまだ分かってないけど、軍庫に憑依したのがね。でからの、ムーマは悪魔だけじゃなくて、一回やられたはずのムーマたちも、立ち上がれボーと、キリンガムによって、また再度復活。そうだ、起きろ、生まれろ。エルバムの悪魔覚めねえ。盛り上がってきたな。あの方が来たんなら手加減はいらねえ。キリンガム星現住種流々の実モデルキリン人獣型ドーン顔が分かったよ。お前こんなイケメンなんかーい。もっとなんかおじいさんなのかなと思ってたわーい。なんかちょっとさ、ビジュアル系というかさ、イケメンすぎない？絶対こっちの方がいいよ。キリンガム。なんかあんな謎のね、変なキリンの感じじゃなくてさ、めちゃくちゃイケメンやん。なんそれ、ずる。なんかどっかで似た人いましたかね？歯がちょっとギザギザだったりとかね、結構特徴的ですよね。今までね、結構その歯がギザギザだったりすると、魚人のね、血が流れてたりとか結構ありましたけど、でもそういうことではなさそうかな。パッと見ね、パッと見。エラとかもないしね。魚人が天竜人ってすげえ複雑だもんね。もしあったとしたらね。多分そういうことではないんだろうけど、気にはなる。で、結構見た目が若そうっすよね。パッと見。いやでもこれで40代とかいるからなんとも言えないけど、でも少なくとも60、70とは言ってないですもんね。となると、軍子みたいに、軍子もね、年齢の辻褄がちょっと合わないじゃないですか。見た目がね、パッと見20代、言ってて20代、30代。で、当時のブルックと知り合いじゃないですか。ほぼほぼね、前々回のラストでね、ブルックとね、手を繋いでるシルエットありましたもんね。あの時幼少期だから、あれがもう52年から53年以上前ですからね。となると、軍子はさすがに、不老というか、年を取ってない可能性があると。となると、このキリンガムの見た目の若さもなんかもしかすると、そういった不老とか、そういったところに関わってくるかもしれないですよね。で、ゴッドバレーにはいなかったですよね。ゴッドバレーの時は別にいなかったかな。パッと見ないですね。で、一番気になるのが、人獣型なんですか？これが人獣型なんだとしたら、今までのは何型なんわい？いや、珍しいっすよね、このタイプ。人獣型っぽいフォルムが2つあるっていうね。今まで描かれていたあの姿、あれが人獣型だと思ってましたよね。けど今回人獣型って書かれたと。なので多分キリンガムに関しては人獣型の中でもこのフォルムを選べるっぽいですよね。そもそもこのゾーン系に関しては人型、人獣型、獣型、この3段階ですからね、通常は。で、人型も本当に普通の人だし、人獣型はその中間。で、獣型はもうまさにその獣そのもの。ルッチとかもね、そうでしたもんね。なんだけどキリンガムに関しては人獣型が2パターンありますね。
で、このフォルム似てる人で言うと、直近だと、ナスジローですよね。V ナスジロー。あの人も上半身が人間で下半身が馬だったっていう。あと特殊なのは、まあ、ブラックマリアさんとか。うん。特殊なキャラいましたよね。何人かね。ちょっとここね、気になるとこですよ。一応その人獣型の変形点の部分っていうのは、薬で変えられるっていうのがね、SBS で判明してますから、ブラックマリアは人獣型の変形点は自分で調整してると。その薬によって変形してるって言ってたんで、もしかしたらキリンガンもそういったね、薬とか医術によってやってるのかもしれないですね。で、ちょっとこれその後のウソップさん。これはもうショックだよね。ちょっとこれウソップのことを考えると、これちょっと結構きついっすよ。まあ一味がね、まだ捕まってて、悪魔に変えられたドリブロギをね、ウソップがもう見ることしかできないわけじゃないですか。ドリッシュ油ぎっしょーってね、あんたら故郷に何やってんだよ、なんだよその誇りのかけらもねえ姿、ちょっと泣きながらね。いやー、これウソップしんどいだろうね。ほんと、巨兵海賊団の仲間からしてももちろんしんどいことだけどさ、ウソップなおさらしんどいっすよね。もうなんかもうまさに俺らが思ってることじゃないですか。読者として思ってることやっぱこうウソップ言ってくれるっすよね。こんなこと絶対しないじゃん、ドリブロギーは。仲間に手あげたりさ、誇りのかけらもね、言動したりさ。やっぱその思いをウソップはやっぱ言ってくれますよね。で、しかもこの自分が憧れた師匠がさ、この夢のエルバフの地でさ、こんな悪魔のようなことをさせられてるっていうさ、これはなんかもう、ウソップの中でやっぱメンタルくるもん、これ絶対ありますよね。これはもう悲しいし、なんか憤り感じるだろうしね。なんとも言えない感情だろうね。でからのもうこの下もね、俺すんげえエモいと思う、これ。なんてことない描写だと思うんですけど、いや、これね、やっぱこれすごいと思いました。ワンピースの深み、この下感じました、私。まあ、子供たちの元にね、まあ、前回この親たちがこう来たわけじゃないですか。で、救おうとしたところトゲがグサグサって刺さって、茨が刺さって、で、イム軍庫がもうバーンって覇王色やって、で、気絶させられて、もう親たちももう目の前に子供がいるのにさ、助けられないっていうこのもどかしさ、とんでもない状況じゃないですか。クソ、子供たちを救えねえってね、みんな悔しがってて。で、しかもその周りには怪物もいてさ、ただここで母ちゃんが怒ってるんですよ。この母ちゃん、弁当って怒ってる母ちゃん、気なんか失ってられるかい、必ず助けに行くからね、待ってんだよ母ちゃん。もう、俺もうこれ、もう母ちゃんの愛、ここがね、もうすごいって思って、この母ちゃんさ、ベントの母ちゃんじゃないですか。で、ちょっと前に、私の怖いもので、ベント、まあ男の子ですよ。怖いもの母ちゃんをあげてたんですよね。だから現にエルバフで母ちゃんが出てきちゃったわけですよ、ムーマで。で、その後、この母ちゃん、我々の怖いもので、巨兵海賊団の船にガーンって行ってたこの母ちゃんなんですよね。ムーマとして。だからこのベントの母ちゃんがベントとその旦那に恐れられて、エルバフの巨兵海賊団の船をこう襲ってたわけですよね。だから子供にね、たとえ私の怖いものと恐れられても、覇王色の武器でやられても、トゲが刺さっても、怪物に襲われても、母ちゃんは子供を守るんですよ。もうこの母親の無償の愛というか、もちろん母親だけじゃなくてね、ここにいるこの親たちの愛ですよ。もう本当親だから子供を守る。もうそれ以上の理由はいらないというか、たとえどんなことを受けても、本人から怖がられても、この状況でちゃんと助けに来てくれる母ちゃん。この愛。ここがちゃんと書かれたのがさ、なんかもう素晴らしいじゃないですか。なんかこの母ちゃんの強さというかね。頭が上がらねえってね、巨兵海賊団も言ってたけど、まさにというかね、母は強しというか、なんかすごいとてつもない愛情を感じました、僕このページで。もうそれこそ今ね、クマがさ、その親子の愛じゃないですか。アニメがね。だからなんかなおさら、ここがまた違った形ではあるんだけど、この親子愛、ちょっと感じましたね。で、ちょっとすごい細かいんですけど、これ、イルバのお母さんも出ましたね。イルバーってこう叫んでるお母さん。これがヤルルのひ孫になるんですかね。ヤルルのヤシャ語がイルバですから、実は重要になってくる可能性があるキャラですよね。もしかしたらその、ヤルルのひ孫のお嫁さんかもしれないけどね。少なくともでも家族ですから、ヤルルの。描かれましたね。でからの、神の騎士団、そしてイムの会話がちょっと描かれましたね、この後。本当にどこまでやります。プレイボーイはもうこっちだよ。なんかちょっと余裕ぶっこいてますね、もうね。で、しかも、ちょっとね、またこの新しい話出ましたけど、てめえらの悪夢を悪意でほっときゃ自滅しかねないと。なるほど。だからこのドミリバーシの仕組みがなんかちょっとずつ分かってきましたよね。だから悪意がめっちゃ駆り立てられる能力なんですね。だから悪夢がこう暴れてる、ムーマたちがこう暴れてるけど、それをほっとくと。悪意ある心だから。ドミリバーシされたドリブロギーは。だからそれやりすぎちゃうと、もう逆にそれでもう支配どころか滅んじゃうよと。自滅しちゃうよと。なるほど。そういうことなんですね。だからこれがね。そしてイムの思惑。ここも描かれました。折れるまでやると。折れるっていうのは何が折れるかっていうと、エルバフの心が。だから心を折りに来てるんですね、イムは。だからここがね、なんか単なる支配してるだけじゃなくて、なんかちゃんと芯がある支配というか、ある意味ね、もちろんとんでもないことやってますよ。下道なことひどいことやってますけど、相手を支配するっていう部分に関しては、これ芯がありますよね。というのも、このワンピースにおける海賊同士の戦いって、相手の信念を折ることじゃないですか。信念対信念のぶつかり合いで、結果勝った方っていうのは相手の信念を折ってるわけですよね。だからルフィのね、ほらな、俺ね、名シーンも、信念は折れないと言ってたわけですよね。だからこれは言うたらこのエルバフの信念、
いや、心の部分を折りに来てるわけですよね。だから意外とこの根幹の部分は、イムは実はこのワンピースにおけるこのバトルの根幹の部分と実はなんかちょっと通じる部分があるというか、こう見えてね、ただむちゃくちゃやってはいるんだけど、しっかり相手の心を折りに来ているっていう。なんかここが意外でしたね。なんかもっとなんかね、むちゃくちゃやってるキャラなんですけど、意外とこの部分はね、あれめっちゃワンピースっぽいみたいなことを感じました。でからのここ気になるよ。あんたも知ってんの？ハラルドさんのしくじり。それは何なの？気になりますね。てか、イムまでそれ話上がってんだね。だからむしろイムも絡んでる話なんだ、それっていうところですよね。こう言ってます、イム様。あの時、ハラルドがしくじれなければ、唐に支配できていた国。こう言ってますね。だからもしかしたらこのイムの命令でハラルドが動いてた可能性もあるわけですよ。話が思ったよりでかそうですね。このハラルドのしくじりが。どういうとこまで広がっていく話なのかちょっと全くね、今のところわかんないですけど、まあ少なくともハラルドは裏切りに近いことをしていたと。ただそれがね、結果的にエルバフを守るための仕方なくイムに加担していたのか、はたまた本気でエルバフを支配しようとするために動いてたのか、そのあたりはちょっとわかんないですよね。でもまあイムに繋がったってことはもう結果、本人はやりたくなくても、イムの支配によってやらされてしまうってことはもうありそうですよね。ドリーブロギーがもうただでさえこうなんですから、めちゃんこ信念あってさ、本当に誇りのために戦ってるかっこいい海賊じゃないですか。ドリーブロギーっていうのは。そこがもう簡単にコロッとさ、変えられちゃうぐらいですからね。なんかちょっとハラルド怪しいけど、どうなんだろうっていう。本当はいい人なんじゃないか。やっぱイムに利用されてるんじゃないかっていうとこはちょっとね、ありそうですよね。で、場面変わりました。数十分前、冥界。なんとチョッパーが落ちてきたとこから描かれましたね。ちょっと前ですね。グンコにギャバンがやられて、それを追ってね、チョッパーがこう落ちてきましたと。勢いで飛んじゃった勢いで飛んじゃった2回言って、かわいい。でも落ち着け俺はやられると。強くなってるよ、チョッパーも成長してるよ。空中をね、ギュイーンってなんかギアフィフスみたいに、ギュイーンってやってるけど、なんとかガードポイントで助かりました、バスと。ナイスチョッパー。で、久々の冥界。この面々描かれました。やっぱ嬉しい。ルフィが描かれると嬉しい。で、早速兄弟喧嘩してますね。ロキとハイルディン。まあ、この話してましたもんね。お前本当に俺が殺意を持って親父を殺したと思ってんのかと。ロキがハイルディンにね、ちょっと前に言ってましたもんね。その続きでね、もう、聞きてえなら土下座しろとかね。めちゃくちゃ喧嘩してますけど。一応この二人はね、ハラルド、お父さんが一緒で、お母さんが違うと。異母兄弟ですからね。で、ちょっとこれね、意外でした。ある意味。おい、今チョッパーが落ちてきたってね、ルフィが言って。なんで俺チョッパーって分かったんだ？もう一人いない弱ってんの？こう言ってるんですよね。あ、そうかと。これ見聞色って誰のことかってことは分かんないのかってとこですよね。誰が今近くにいるとか、その気配を、認識はできなかったかっていうことをちょっと改めて思いました。冷静に。ちょっと僕が抜けてたらごめんなさいね。確かにルフィって、あ、今どこどこに誰々がいるな、まではできてなかったですよね、確かに。一応見聞色の発揮っていうのは、気配を読めて攻撃を避けたりとか、あとそれを極めていけば未来視ができたり、ちょっと先のね、未来が読めたりはありましたけど、確かにどこどこに誰々がいるまでは分かんなかったか、ルフィって。例えばエッグヘッドでもキザルが来た時になんか強えのが来たぐらいでしたもんね。一回ね、キザルには合ってるから、やべえ、キザルが来たとかね、見聞色なきによってキャラクターを認識できるのであれば、それはもう言ってますもんね。確かに直近言ってなかったか。ワノ国のラストでもね、シャンクスが来た時に懐かしい感じがしたってね、言ってたから、シャンクスがいたみたいなことは言ってなかったんですよね。ちょっとそこでもしかしたら見聞色の広がりがね、今後、パワーアップというか、そういったところに繋がるのかなと思いましたね。ギャバンもいるし、やっぱ見聞色関係あんのかな。神の騎士団のね、不死身に攻撃が効いた方法について、ちょっと気になったコマでしたね。で、モサコから電話が来ました。ルフィたちがね、チョッパーの元に行って帰ってくる間に、ロキがゴールドバーグ、ゲルズを出し抜こうとしてる間にかかってきてね、もしもし、ロキさん。うわ！ロキはね、もうすぐさま会話をかき消して、モサコ立て込んでんだ後にしろと。で、しかも、モサコも立て込んでると。どういうこと？まず誰？あなたはまず誰？そして何？どっからかけてる？何もわからない。で、しかも、当分の間、電電虫をかけることができなくなりそうと。で、しかも、ロキとの電話が安らぎの時間になってたと。わざわざこんなことまで伝えてきて。だから一言だけお礼をと。なんそれ？なんかもう別れの挨拶みたいな。誰かもわかんないのに俺ら。まさかお前また怖い目に遭ってんじゃねえだろうなと。で、ロキも結構惚れ込んでますよね。お前怖い目に遭ってねえかと。なんか心配してるもんね。そこはどこだと聞いてるわけですが、場所はわからず。今まで本当にありがとうございました。待て、おいモサコガチャ何？モサコは大丈夫なんですか？そして誰なんですか？おいモサコ、お前は誰？教えてくれ。ちょっとこれ全くわかんないですね。またちょっとこれね、今読み立てなんで、また明日考えたいんですけど、今なんかやばそうなことが起こってるのって、現状わかってるのは、もちろんエルバフの妖怪ですよね。もうイムが来ちゃってやばいみたいな。で、あとはマリージョですよね。マリージョは今火の海だと。ちょっと前にイムが言ってましたね。なのでなんか今やばそうなピンチそうなところは今のところね、分かってるのはそのぐらいですかね。だからもしかしたら天竜人とかでも革命軍ここ気になりますね。モサコの正体誰か。でね、ゲルズにもね、ちょっといじられつつ
友達がいてよかったわね、安らぎの人ってね。いじられてんの。おもろい。で、なんとかギャバン救出しましたね。よかったよ。ひとまずギャバン無事でよかった。まあさすがにね、あれでね、完全にやられちゃうってことはやっぱなさそうだったからね。海賊王のクルーだし、みんなに好かれてるやつだったんだな、このおっさんってね、ルフィも言ってるし。で、チョッパーも褒めてね。で、チョッパーかわいい。チョッパー偉いぞってね言われてね。久々に聞いたね、この嬉しくねえぞこの野郎がね。実写版も楽しみだからさ、チョッパーね。で、からの、ルフィも初めてギャバンが海賊王のクルーだと知りました。このおっさんがってね、めっちゃビビってますね。で、しかも海賊王の両翼と呼ばれてたと。熱いですね。で、実力はナンバー3だと。で、シャンクスも知ってるってことじゃんってね、テンション上がりつつ。で、そしたらヤーさんが、こうね、動き出して、ガクガクと。あ、何か喋ろうとしてる。ヤーさんどうした？ナンバー2。譲れないものがあるんだバーン。そこは譲れないんだね。さすがにナンバー1と、ロジャーより上とは言わないんだね。ほんとだからゾロ3時みたいな感じですね。ギャバンとレイリーがね。ここめっちゃおもろいですね。でからのチョッパーが、上が大変だよと。子供たちも人質に取られて大変だ大変だと。でも、でっかい物たちも来てやばいよやばいよと。それに、と言った瞬間、バリ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 。イムの強烈覇気バリバリ。おいおいこの覇気。チョッパー、もういい。わかった。ドーン。激アツ。下にまで届いてました。やはり。いや、やっぱイムとんでもないっすね。これね、ルフィたち気づいてないかもなみたいなちょっと感じたじゃないですか、前回。広すぎるからエルバフが。ちゃんと届いてましたね。まず下まで届くっていうこのイムのヤバさもまずね、際立ちましたし、ちゃんとルフィたちも気づきましたね。いや、このルフィいいっすね。もうこの覇気感じた時点でもうね、チョッパーの説明とかもういい分かったと。もう上で何かやばいことが起きている。とんでもない奴がいる。もう分かったから、チョッパーもういいぞと。チョッパーもういい。分かった。今回のタイトルですね。いや、このルフィがね、もう4校と言われるこのルフィが一瞬でもう事態を察知するレベルの覇気ってことですから、やっぱ今は相当の強い覇気持ってますよね。マジでジョイボーイクラスなんじゃない？下手したらそれ以上ですよね。エクエットからドーンってすごい広いとこまで覇気が届いてたジョイボーイと、この巨大なエルバフ、その島中に届き渡っているこの覇気。いや、マジでジョイボーイクラスですよね、今ね。いやー、こっから助けてくれるかな、ルフィたちが。もう入るでもね、すぐ妖怪戻るぞ、エルバフが危ないと。まずこのエルバフを持ったね、セルも言いつつ、ロキもよ。誰だよ、このデタラメな覇気。どが必要だよな、俺の力。いいね、ロキも。ちょっとなんか楽しそうだもんね。俺を解放しろよ、みたいな。チャンスだぐらいの感じで言ってますもんね。確かにこれロキ解放しないとだよな、これ。どうすんだろうね、マジでね。ロキ解放した方がね、戦力がめっちゃ上がるしさ。もちろんエルバフにとってはね、一旦はいい方向に行くんだろうけど、その後がわかんないからね、ロキに関してはね。いやー、どうだろう、ロキが活躍してくれるか。まあ一旦でもね、シャムロックたちに一回やられてるから、それが回復してるのかどうかもね、まず重要なポイントだけど、ロキがどうなるかだね。だからもうちょっと来週ね、めちゃんこ気になるわけなんですけど、来週どうなるのか。次号救済。次号救済。次号救済。第1151話終わり。次号救済し、もういい、わかった。もういい、わかった。再開はウィークリージャンプ30号。6月23日月。もういい、わかった。次号救済です。右下でした。久々の右下パターン。たまにありますよね。この左のページがね、セリフがあったりすると被っちゃうから、右下に次号救済が出る。びっくりした。というわけで次号救済ですね。3号乗ったんで、もしかしたらね、救済かもなと思ってましたが、9歳でございました。いやー、どうなんだろう。次、ルフィたちもう行くのかな。一旦ちょい回想ですもんね、今ね。数十分前回想だから。今の時間軸になるならもうルフィたちがすぐ来てもおかしくないですからね。いやー、どうなんだろう。ちょっと楽しみですね。ロキのガチバトルも見れるかもしんないし、イムがね、いつまでね、軍庫に憑依できてんのとかさ、なんかイムの詳細がわかんない以上なんとも言えないからさ、とにかくロキも行ってほしいっすよね。戦力が強い方がいいだろうから。ドリーブロギもね、悪魔化しちゃったしさ、楽しみっすね。というわけでちょっとね、来週は9歳なんですけれども、来週もいろんなワンピースの動画上げていきますので、ぜひ一緒に楽しんでいければ嬉しいです。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひ高評価もお願いします。いつもありがとう。お励みになってます。今日もよろしく。はい、次も見てね。明日も楽しもう。またね。9歳も楽しんでいきましょう。またね。前向いて、ワン、ツー、スリー、こう張って、ワン、ツー、スリー、全力で、まっすぐに、自由求め